こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ついにチキンジョッキーを発見したところです。ちょっと感動しました。それにしてもマグマキューブうざいわね。うざいですね。こんなにうざいと思ったの初めてです。さて、鑑賞会です。おー。おー動いた。すごいわね。可愛すぎる。これは買いたくなるわね。買う方法あればいいんですけど、32メートル以上離れたら、そのうち子供だけディスポーンしてしまうのかな。簡単よ。トロッコ使ったりして、ずっと32メートル以内にいればいいのよ。それどんな縛り条件ですか？ちなみに今は、前回に引き続き10連続探索をしていて、今は37周目の途中です。ここまで空振りがなく、毎回何かが湧いています。お、まだ消えてない。またうざいのいるわね。本当うざいですね。案外、騎乗している時はディスポーンしなかったりとか、ずっといてくれるといいわね。これで19体目です。お、まだいた。見かけるとちょっと心が和むので、できる限り踏ん張ってほしいところです。スケさんかっこいいのだけど。ちょっと、かばってくれた感謝はないの？ないです。これでようやく20体目です。まだいますね。へえ、上の方でも湧くんですね。いや、壁の外で湧いたのが回り込んできたのか、どっちだろ。あ、そっか思い出しました。そういえば最上階はほとんど埋もれてましたね。ということは屋根の端にはいたようです。さらに次の探索でもまだいました。なんか毎回チキンジョッキーの場所に来るたびに、祈るような気持ちになってしまいます。アイテムを拾わせたりとか、ディスポーンさせない方法はないのでしょうか。あれ ?4 体湧いてる。おお、これで一気に合計26体です。これは運が巡ってきたのかな。ドロップ増加数で、ぼちぼち頭の一つも取れないようではまだまだよ。チキンジョッキー終了のお知らせです。結局ディスポーンしちゃったわね。せめてディスポーンした原因は探りたいところなんですが、距離が離れたせいなのか、歩き回ってどこかで窒息ダメージ受けたのか、わからないままです。あ、整地したスペースでも湧いてるじゃない。やっぱりここも湧きそうにはなるんじゃないの？いや、通路端を中心に湧いただけだと思いますよ。ここと入り口の層は、もともとネザー要塞がなかった場所を整地してますが、面積比率を考慮しても、今のところ湧くのは通路上にかなり偏っています。そういえば、ゾンビピッグマンは通路も整地した場所も関係なく湧いているようだし、何か差がありそうね。湧く場所は注意してみてますから、いずれわかるはずです。この2匹で28体です。計算上、期待値なら29体で頭一つドロップするはずなんですが、どうも運が悪いようです。密かにスケルトンの矢のドロップもありがたいです。あれ？骨が落ちてる。整地した場所でアイテムドロップしてたの初めてじゃない。ですね。最近この隅で戦った覚えはないので、アイテム取り忘れではないですね。スケルトンならここで窒息しないので、これでようやく高さ2段でもウィザースケルトンが湧くことが確認できました。一応高さ3段にしておいた方が良くない？湧くのは湧くのだからドロップ増加の武器で倒さないともったいないわよ。でも通路の外で湧く頻度はかなり低そうだし、高さ3段にするだけの作業量に見合うほど湧くかどうか。今のところ、そこそこ良い調子で討伐できてますし。
さて、ようやく10回の検証が終了です。最後の2回の探索が空振りだったので、念のため、1回遠出して戻ってきてからまた探索します。さて探索の結果なのですが、一番上の探索は、前回の最下層の聖地です。それ以降の探索は、手直しを少々した程度でほぼ探索に専念してます。34回目の探索開始から、43回目の探索終了までを見ると、実時間で約30分間で、ウィザースケルトンを討伐したのは11体です。ウィザースケルトンに脇が偏っていた感じもないわね。むしろブレイズの方がよく湧いてたし。もしこのペースが維持できるのなら、今手持ちのドロップ増加2でも4時間切りますね。噂に聞いていた、1時間につき頭1個ペース、に近いわね。ネザーで初めて見つけたこの鶏は、そろそろ逃がしてあげます。放っておいてもいいんじゃないの？鶏の生態はまだあまり知らないので、逃がしてあげた方が知る機会に恵まれると思うんです。さてでは探索を再開します。まずは脇が戻ってほしいところです。実は、先ほどの10回連続探索をする前までは、本当にもっと脇が増えることがあるのか半信半疑でした。でも、1時間1個ペースで頭を集めた人がいるんでしょ。その人と同じ環境でプレイしているとは限らないですから。まあそうね。今知っている限りでは、描画距離を変更した場合、マルチプレイをした場合には、脇のルールが変わりますね。湧きやすくなるなら描画距離をデフォルトから伸ばしたらどう？検証のためならありですけど、もったいないです。もったいないの？ウィザースケルトンの頭集めは今回が初めてのプレイですし、こんなに試行錯誤したくなったのはダイヤのことを調べて以来久々なんです。何気に楽しんでるのね。今のところ、鶏しかいません。でも、動いているものを見るとちょっとホッとするんです。湧いてくれて、ほんとありがたいです。結局、ゾンビピッグマンすら湧いていませんでした。これで3回連続空振りです。ならアウトじゃない？三振ですか。まあ、遠出した直後の探索では今までも湧きづらかったですね。ところで、32メートルより外のモブは約30秒ごとに半減することを知ってから予想を組み直したのですが、上限値を使って湧き数を調整している以上、モブがディスポーンしてから別の場所で湧き直すまでは一瞬だろうと思います。すると、もしプレイ中にモブの場所や種類の分布に偏りができても、計算上は2分もあれば9割の偏りが解消されるはずなんです。割と早く解消されるのね。はい。なので、ネザー要塞内だけで湧くブレイズやスケルトン系と、他のモブとで湧き数の上限を区別しなくてもゲームバランスは崩れませんし、他のネザー要塞があってもなくても、ここで湧く頻度はほぼ変わりません。なら、ゾンビピッグマンを倒したら、ウィザースケルトンが湧くこともあるってこと？今はその可能性が高いと考えてます。ただ、目の前のゾンビピッグマンを倒すのなら、その時間で探索した方が効率はいいでしょうね。砂漠でエンダー狩りするのと同じようなものね。あと打足ですが、考えてみると32メートルの法則は、私が気づかなくても無理がなかったんです。なんで？自然にディスポーンするのを見れば気づきそうなものだけど。この企画ではほぼ地下とネザー要塞内でのプレイですし、その前はずっとタイニーでしたから、そもそも32メートルより離れたモブを見る機会がほぼなかったんです。さて、全く湧かないままなんですが、どうしよう。とりあえずもう一度だけ探索してみます。ブレイズがいましたが1体だけです。うわぁ、さっきまであんなに調子良かったのに。でも1匹はいた。もう一度だけ、もう一度だけ。こうやって、ズブズブハマっていくのよね。脇が終了のお知らせです。鶏の生存確認しかしてないです。生命反応が1だったわね。今回の探索結果ですが、
脇が調子いい時と悪い時の差が顕著ですね。一度遠出しても脇は回復しませんでした。おそらくこれが、秒が距離の端にディスボーンしなかったモブが溜まっている状態なのでしょう。これで振り出しに戻ったわね。残念ながら。ただ今回の探索で、調子いい時の脇加減を知ることができましたので、目指す脇加減は明確になってきたかなと思います。あと、ディスボーンしていなかったモブが、他のネザー要塞ではなく秒が距離端にいるらしい、という違いはありましたけど、ボトルネックが脇数の上限だという予想は、今回の探索でだいぶ裏が取れてきた感じです。どういうこと？最後の6回分の探索を見てみると、23分間の間で見つけた敵対モブがたった1体なんです。もしは基数を2倍にして枠数が2倍に増えたとしても、1体が2体になるだけってことね。いや、1体のままかもしれないですよ。まあでも探索疲れもありますし、手のつけやすい方からやってみようと思います。では今回はこの辺で。ではまたね。バイバイ。